では皆さん、We are back ということで第3回目、結局どれ推しではステーキを取り扱おうと思います。はい。初回がね、ラーメン、第2回目がおにぎりということで、こう価格帯の低めな日常にある食べ物、そうだね。身近な食べ物をやってきたけど、だったわけですが、3回目はステーキというこちとで、ょっと高級路線に入ってきました。今回は900円と900円、まず900円。900円ですよ。確かにね。ステーキ900円って感じ。そうそう、900円と、6000円と9000円ということで、まあね、9000円のステーキ、6000円のステーキはやっぱ高い、いい感じのステーキなんじゃないですか。そうだね。なんで900円なんだろう。そう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 。9000円どこが9000円なんだろうっていうとこやっぱ気になるから、そういうところちょっといろいろ聞けたり、味の違いだったり質だったり、そうね、こう空間の良さなのか、どこにその理由があるのかってちょっと注目しながらねいけたらいいなと思いますね。はい。じゃあ一発目は新宿の、ランチに、結構向いているような、サラリーマンは必見なお店となってますので行ってみましょう。行ってみましょう。ほう。ガッツグリル新宿店、代表の熊木健二と申します。お店のそのコンセプトとしてはどういうところをこう大事にされてるというか。はい。やはり、僕も男でお肉大好きで、結局やっぱり1000円払うと、できるだけその1000円分のお肉出してほしいと、そのいろんなものつけないでいいからもう肉食べたいっていうのがやっぱり若い時はそうだったんで、だから比較的このリーズナブルな値段でお腹いっぱいお肉食べてもらいたいなっていうので、自分もそうだったし、そこから始まったんですよ。なるほど。本当にメニューも1000円前後のメニューがほとんどですもんね。じゃあ本日はどういった料理をいただけるんでしょうか。ランチで出してる、弾丸ステーキ、赤身肉で食べやすいっていうのと、それと、マリネしてちょっと柔らかく味をこう入れてるっていうのと、それと、うちはそのソースがちょっと特徴的で、醤油とマスタードと黒ガーリックで味付けして食べるのと、もっとさっぱり食べたい人用に香味野菜ソースっていうのの2種類の大きな食べ方があって、混ぜてもいいんですけど、あとはお好みでやってもらうんですけど、それが一番うちの特徴ですね。はい。では、いただきます。食タイムです。いただきます。うまそう。ちょっとかけようよ。醤油とマスタードとガーリックをなんかこう好きな感じに組み合わせちゃっていいということで、黒ガーリックって醤油ね、あとマスタード。じゃあ俺はまずいっちゃう。そうでしょうね。俺はちょっと混ぜたいからここでなんかもう混ぜちゃおうか。3つ混ぜちゃってもいいって、なかなかね想像が今できないけど。俺もあんまり想像ができてない。どうぞ。ちょっとマスタードいくか。いい感じの中が赤身で。いただきます。うま幸せ。やっぱね、マスタード美味しい。確かにステーキにもマスタードあんまかけないよね普段。かけないと思うよ。この合う。さっき店員さんがマスタード真っ黄色になるくらいまでかけてますっておっしゃってたのが気持ちすごいわかる。いや本当だね。マスタード美味しい。このお肉もさ赤身だから、やっぱり俺ちょっと脂身って苦手なんだけど、すごいそのがっつりいけるけどでも脂がないからあっさりというか、いい意味で昼からこれ食えたら幸せだ。十分なボリュームだと思うけど、さらに大盛りと特盛りもある、それがしかも無料でおかわりもできる。これ900円だよ。確かにね。これ900円だよ。俺ファミレス行ってないわ。でこのさっぱりとしたソースをねつけて、お酢ね、確かにその酸味がすごい感じられるソースですね。これもお店の秘密ということで、これ秘伝のタレらしいので皆さんぜひこちらに来て食べていただく。そんなんさもうその時点で美味しいじゃん。もう確かに。いただきます。たださっぱりしてるだけじゃないな。なんか塩味がねある。本当だね、なんかもうちょっとお酢というか
うんビネガー、洋風なビネガーな感じかと思ったらすごい和に合う。爽やかだねすごく、なんかそろそろカメラマンが待ち遠しくしてるから。そこはステーキよ。やっぱりあれだね、多分噛めば噛むほどなんか旨味が出てくるのってやっぱりつけてあるからああ、おだよね、多分ね。疲れ様でした。いやガッツグリルちょっと一発目からなかなかの強敵というか強烈なレストランだっいやわかる、た。あの値段でこの味こそうのボリュームっていうね、そう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 満足度非常に高かったけど、じゃあ次どこ行くって話ですよ。そう次は銀座のステーキさんと言いまして、銀座に2店舗と渋谷に1店舗ある、カジュアルめよりの鉄板焼きのコース料理をいただこうかなと思います。でなんか聞くところによると結構いろんな部位で食べ比べられるらしくて、そうそうまたそれもちょっといいところなんだけども、値段設定の理由とかもちょっと知れたらいいなって思だってうし、900円からしてみたら6倍7そう倍か、だね、7倍コース料金で言ったらそうなるね。ほぼほぼコースを今回はお肉単体じゃなくてコースとしていただくんですけど7倍くらいなんで、それにね、価値があるかどうかっていうところですよね。果たしてガッツグリの後で満足するのかどうかっていうところなんですけども行ってみましょう。行ってみましょう。銀座のステーキ銀座本店で料理長をやらせていただいております小西守と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このコンセプトだったりっていうところを伺ってもいいですか。どうしても鉄板焼きになってしまいますと敷居が高いでしたりとかちょっと肩肘張ってしまうっていうところを我々スタッフがちょっとそれをいい意味でほぐしてあげてっていう形でお客様と対応させていただいててですけどもやっぱり一つ一つの工程に関してはプロ意識っていうのを持ちつつやらせていただいているような状況です。本日お召し上がりいただくコースはですね英語の黒毛和牛ステーキコースですね。前菜はですね英語黒毛和牛の、リエットという形ですね。リエットというのがですねフランス料理の一つの調理法なんですけどもお肉とお野菜を低温でゆっくり煮込みましてそれをペースト状で仕上げた料理になっておりますね。はい、でその後スープがですね今の季節でありますたけのこを使用しました冷製のスープですね。その後うちの英語黒毛和牛のハンバーグですね。はい、本当にステーキはもちろんいいんですけどもまたそれがハンバーグになると、違う意味でまた楽しめると思いますので、はい、でその後メインのステーキって形です。今回のコースに関しましては何種類ほどの。そうですね、本日は4種類ご用意しております。4種類、はい、一言で言うと赤身になりますけども一つ一つ部位によってそれぞれ特徴がありますので、はい、そういった意味ではいろいろ楽しんでいただけるんではないかなと思っております。はい、ここまでね前菜からハンバーグまで、そうリエットいただいてスープをいただいてその後ハンバーグステーキもう帰れるぐらい満足してだいぶ満足感高いと思う特にハンバーグステーキがねもうぜひ食べてほしい、揚げた感じじゃなくてちゃんと焼くっていうので油を毎回取り除いてそう20秒30秒くらい焼かれてで油取ってひっくり返してっていうのを繰り返してだからそれでも食べるとすっごい肉汁があるしそうふわっとねしててすごい美味しい。もうすでに満足感が高いんですがここからメインなんですよね。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。こちらが内ももですね。もう本当に赤身の代表的なところですね。塩コショウの味付けされた状態です、痙攣したな美味しい。やっぱ赤身なんだけどこう適度にサシが入ってるからそれがある意味 A5 ランクの特徴ですね。そうですよね。はい、いただきますいやもう柔らかくてしかも少し外側がカリカリで食感の違いもあってものすごく美味しいですね。もちろん筋も全くないですしいいお肉だこれは。めちゃくちゃ美味しい。一回ちょっと醤油でいってみようかな。あ、本当だ。全然その醤油に負けないいい感じにこ保管してくれる。うそ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 う。
では続いてチキンボと呼ばれます、はい、外ももの部位ですね。外ももの内側に入ってくるお肉ですけども、こちらは先ほどの内ももに比べてやや淡白な、本当に赤身の味がしっかりしているのが特徴ですね。あ、これも美味しいわやっぱりちょっとこう歯ごたえからちょっと違う、こうさっきより少しこう噛み応えのある感じで、噛めば噛むほどこう旨味が出てくる。あ、より赤身の味が濃く出てるね、こっちは。じゃが続いて亀の子ですね。はい、お腹寄りのももですね。こちらはですね、非常に赤みが強いのも特徴ですけども、少しレバーに近いような、はい、香りもするのも一つの特徴ですので、はい、お召し上がりください。あ、うまっお、確かに噛めば噛むほどその中の、レバーほどそのパンチがガンっていう感じじゃないけど、なんかほのかにね、うんちょっと香るよ。これ確かに味が濃いからなんか何もつけないでも十分美味しいね。もともと亀の子っていうのはその生食用ユッケンとかに使われる部位なので、そうなんですか。はい、なのでもともと味っていうのは濃いところなんですね。じゃが最後の部位ランプですね。はい、腰からお尻にかけてのところですね。こちらは本当に赤身と脂のバランスがいいところですね。はい。あ、柔らか。全然違う。またちょっとこうちょっとサシ強めに。あ、ほんと。でジューシー、すごいジューシーで食感もすごい柔らかい。全然違うでしょ。違う。ほんと溶けるような。ああ、そうそうそう。でもさ、本当にさ、なんていうの、こう食べ比べじゃないけどさ、そういうことできるってことなかなかないくない？ない。だいたいもうちょっと大きいそのチャンクというか大きい塊で一つの種類のお肉をいただくっていう。焼肉屋とかってあるかもしれないけど、やっぱステーキってなるとしかも鉄板焼きでね、ないね。確かに本当にないかもしれないね。いつもご飯一緒に食べるとき、俺のが先に食べ終わるじゃん、大体。確かに。なのに食べ終わってるから本当に美味しいんだと思う。確かによく気づいたね。こいつもこんな早くないもん。早くない。だから本当に美味しいんだよな。ペロっていっちゃった。ごちそうさまでした。銀座のステーキさん、俺はだいぶ満足度高かった。あ、そう。納得感のあるもう味、お値段。コスパめちゃくちゃいいと思う。よかったね。で次は私たち銀座にいるんですけれども、はい、新橋寄りの銀座から、ガチ銀座の方に徒歩5分くらい歩いていこうかなと思います。で次行くのが BLT ステーキ銀座さんです。はい。でこちらでいただくのがフィレミニオン 200g9000円です。いよいよちょっとやっぱり高くなってきたけど、やっぱりその9000円の美味しさってやっぱ違うのかっていうところ注目して、あとお肉もね種類が全然違うし、和牛とアメリカンビーフっていうところで、そもそもの基準が違うから、その違いとかも楽しみながらそうだね、行ってみましょう。じゃあ行きましょう。 Let's go。エグゼクティブシェフをしてます松本と言います。2004年にニューヨークマンハッタンで創業ですね。東京こちらは2015年の4月にオープンという形で、日本では2番目のお店になりますね。本日はどういったステーキをいただけるんでしょうか。本日はですね、フィレミニオンの 200g のステーキをご用意してます。はい、アメリカの農務省の認定のプライムを使いました最上級のお肉ですね。ヒレですので、やっぱり繊維質とかそのきめ細やかさの部分、柔らかさの部分とかを味わってもらいたいなと思ってます。では、調理工程について仕入れてからお客様に提供されるまで一連の流れをお聞きしてもよろしいでしょうか。まず仕入れてまず掃除をしますね。その筋とか油余計なものを通り除いて、あとはポーションコントロールカットします。バターと塩コショウをして、でそれからオーブンに入れて、はい、表面だけをカリッと焼き上げてっていう感じですね。ちょっと想像するだけで誰が出てきちゃうで、あとはタイミングを見てまた温め直して、でストーブちょっと温めたストーブの上に乗せて、でお客様に提供という形になりますね。そうですね。なるほど。ちなみにこちらのお店でいただくステーキはどういったソースで召し上がれるんでしょうか。ソースが9種類あるので、その9種類の中から選んでいただいて楽しんでもらうという形ですね。はい。
ただきます。うまっ。結構周りこのあれじゃない？サクサクじゃない？やっぱ外がカリッとしてて、とこの中のこのギャップが美味しいよね。すごい。すっごい美味しい。あと外の塩コショウが本当に感じられてすっごい美味しいね。肉の旨味がすごい引き立つね。ちょっと待って、美味しいんだけど。でこちらのお店の特徴、9種類の松本さんもおっしゃってたけど、そうソースが9種類あって、基本的にそこから好きなものを1つ選んで、それと食べるっていうことなんですけども、ちょっと全部用意していただいちゃいました。ちょっとどれからいこうかな。おいしい。マスタードでいこうかな。マスタード粒のね。もう優勝。美味しい。優勝です。1店舗目のガッツグリルさんもマスタード出されてたよね。違う種類だったけど、それより粒感があって、こっちはまた新しいね。で俺がずっと気になってるのが、なんだっけ、チミチュリーソース、松本シェフの一押しの酸味、お酢ビネガーの中に香草が入ってる。今日比較的他のソースに比べてさっぱりいただけるっていう、一番さっぱりしてるって。結構多めにのせて、合う。甘さもある。なんかこう甘さ、へ香草ので、さっぱり食べれるね。美味しい。これは結構お好きですか？これちょっとさ、ブルーチーズいってくんだよ。チーズ何好きって言われたらブルーチーズ好きって言うくらい。本当？そうなの？知らなかったんだけど。そんなもん絶対好きじゃんね。いや絶対美味しい。好みは本当に分かれると思うんだけど、やっぱりチーズの中でも癖はあるから。ただこの臭みが好きっていう方は、ただブルーチーズを溶かしてるだけじゃないと思うんだよね。どうなんだろうね。でもソースにしてるから。しかもちょっとだけ元のブルーチーズがボロッと入ってる箇所もあって。そうなんだ。だからよりこう塗れるというか、本当に美味しいね。結構濃厚な、もう本当にブルーチーズのを味わいたいんだったらこれすごいおすすめですね。この濃厚なソースとさっぱり系どっちもあるっていうのはいいよね。大満足でございますよ。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。さあ3店舗ステーキを食べてきましたけども、美味しかったね。どこもね。美味しかったよ。非常に大満足ですが、ユうスケはどれかって言ったらどれ推し？いや本当に難しいんだけど、三種三様だったからね。個人的には銀座のステーキさんだね。一番じゃないよ、真ん中のどのくらいのお店。なんでかっていうと、コース含めて、税抜き5800円。そうだね。で考えた時に、いやなんかどっか居酒屋、ちょっといい感じの居酒屋行って、お酒飲んでもうお腹いっぱい食べたら1人6000円全然するからね。そう場所によっては行くじゃない、それを考えたらあの空間で特別感があって、鉄板焼きっていう文脈もありつつ、英語の和牛が食べれると、しかもハンバーグまで美味しいってなったら、その3時間、2時3時間のその満足感がある時間を過ごせるっていう点では、だいぶコスパいいし評価高いなって思っちゃった。夏はどれ推しですか？俺はね、ガッツグリルかな。その心はガッツグリル一番最初に食べたんだけれども、3つの店舗行くにあたって今思い返しても美味しかったなっていうの記憶が残ってんの。やっぱこういろんな美味しいの食べていくとさ、記憶って薄れてくから、初期に食べたやつって忘れやすいんだけど、まだそれでも鮮明に美味しさの記憶が残ってる。あとはマスタードがうまかったね。マスタードの美味しかった。ソース美味しかった。マスタードで食って本当に超美味しい。美味しかった。で量も別に少なくないのに、あの美味しさ、あのボリュームでランチタイム900円だよ。ステーキ900円だよ。新宿エリアの人はね、もうサラリーマンも殺到しちゃうと思うけど、あれはぜひ食べていただきたい。本当に美味しかった。
3店舗ともねめちゃくちゃ美味しかったそうだね、やっぱりでも価格によってさ、サービスとか場所とかね、サービスもあるし、それぞれの良さ、それなりの理由っていうのが見えたと思うんだけど。そうね、だから皆さん今回はステーキということだったんですが、次回は、カレー編でしたっけ？カレーライス、ホープフォリーカレーライスホープリーカレーライスちょっと制作頑張るので皆さん、次も楽しみにしててください。ぜひ見てください。では今回第3回目は以上となります。ありがとうございました。